ヤッホーみんな息してる。息しかしてない時丸です。はい。ということで今日は冷蔵庫ツアーをやっていきたいと思います。恥ずかしいよ。これは恥ずかしい。裸を見られてるようなもんだからね。冷蔵庫を見るというのは、その人のライフスタイルっていうのがわかると思うので、それをね、ちょっと共有していきたいと思います。共有されてもなって感じだと思うんですけど、どうか最後までお付き合いください。行きましょう。はい。まずここに見えてるのが私の冷蔵庫です。で、これは備え付けのもので、私のものではありません。正確には。もうマンションのね、オーナーさんが取り付けてくれてるもので。もうほら、シンプルで何もないっていうね、このなんか、ミニマリスト意識なのかな、これもな。ちゃんとね、分かってくれてるんだよね。さあ、行きましょう。はい。というわけで、こんな感じになってます。もうこれで全部ルームツアー終了って感じだね。冷蔵庫ツアーね。一応上から行きますと、しめじがありますね。これいつの日かわからないしめじ。はい。しめじがあります。それから、キムチですね。これも大体私は買いますね、キムチをね。ただね、これね、結構添加物バリバリ系のもので、ものによるんですけど、美味しいキムチをね、いつも求めていますね。はい。で、生姜。これ生姜最近買ってみたんだけども、なんかね、豆腐につけて食べようかなって思ったんですよ。ちょっと冷ややっこ、冷ややっこに、なくてもいいかなって思い始めていて、最初はなんかつけて食べてたんですけど、ない方が、醤油とかポン酢だけでいった方が僕はちょっとシンプルでいいかなと思って。多分この、やっぱこのチューブタイプのものが、疑似的な生姜であるっていうのか、なんかちょっと本物とちょっと味がね、ちょっと違うんだよね。だからそれが今気になっていて、ほとんど使ってないです。もうちょっと処分するかもしれません。これはね、受け皿をこの下に引いてるんですね。というのも、この冷凍室っていうのが、この一応あるんですけど、ポタポタとこの水が落ちてくるんですよ。で、最初、もうこれに悩まされていて、で、確か視聴者の方が教えてくれたんですよね。このパッドみたいなのついてませんでしたかって。で、それは、この冷凍庫の下に引くようなんですよってことを教えてくれて、で、そこからこれを、下に引くことによって、カバーしてます。これね、上見てみたらわかるんだけどね。ポタポタと落ちてくるんだよ、これ。なんだよ、これ。もういらないよって感じなんだけど、むしろ。でしかも、一応この冷凍に、ブルーベリー入れてるんですよね。ブルーベリー。私の、この冷凍室に唯一入る、冷凍のブルーベリーなんですけど、凍らないんだよね、これね。凍らない。もうね、溶けてんの。ブルーベリーだからね、結構、いつもこう、ちょっと溶けた状態で食べてんだけども、凍らないのよ。だったら意味ないじゃんっていう。で、これを強くしすぎると、なんか他のものが冷えすぎるから、これはね、使い勝手悪すぎるよね。ないならないでいいし。普通の、サイズの冷蔵庫の方がいいなって、思ってます。でもここに来る前はもう冷蔵庫のない生活してたんでね、このちっちゃなスペースがあるだけで私のこの食料が充実してるんですよね、すごく。で、下段ですけども、これはみんな大好きって感じのね、おかめ納豆ですよね。おかめ納豆です。はい。で、大体1パックずつぐらいしか常備しないんですけど、たまたまね、ちょっと買い足しちゃって今5個あるって感じです。で、それからヨーグルト。もうやっぱどんだけ腸内環境を整えることに集中してんだっていう、もうそれしかやってないって、もう職業ですよね。職業、腸内環境を整えることっていう。そんな感じで、今ビヒダスが、いろいろヨーグルトは好きで、何でもいいんですけど、ビヒダスですね。で、なんか最近ね、ちょっとこう、赤が入ってきてんですよ。このほら。森永の主張がね、激しくなってきてんの。これまでほら、ビヒダスって何も色なかったでしょ。なんか青だけだったじゃないですか、多分。で、なんか最近その赤が入ってきて、このなんか僕のその冷蔵庫に合わせてくれてるのか、この赤とね、この森永の赤とこのオカメの赤をこうリンクさせるような、そういう感じになってくれてるんですよね、最近。だからなんかすごくその僕に合わせてくれてるって気はします、これはすごく。で、二大巨頭のね、ブルガリアさんも好きですけども、
うん、ビヒダスの方が最近はちょっと自分の中で上がってますね。好感度が。うん。この赤は別にいらないんですけど、なんて言うんだろう。このね、パッケージのこのサイズっていうか、が好きなんですよ。で、なんか他のヨーグルトって結構楕円形をしてるじゃないですか。で、これってね、ちょうどほら、こうなんて言うんだろう。このブロックで、こう正方形なんですよ、サイズが。だからこう、スッとこう、このコンパクトな冷蔵庫に収まるっていうのが好きで、いわゆるその、なんて言うんだろう、このほら、こういうパッケージとかとのこう、重なり。例えばこう、隙間がない時とかに、このようにこう、豆腐を上に重ねたりできるんですよね。うん、この正方形ってのがたまんないですね。で、あとはビヒダスのいいところは、この素材感。このね、パッケージがね、オールプラスチックで、つるんとしているんですよ。うん。で、それが、スプーンでこう、すくうときに、引っかかりがないんですよね。で、これ私がちっちゃな使いづらいスプーンを使ってるのが悪いんですけども、それがね、ブルガリアとかだと結構紙の部分にカカッと引っかかったりして、ちょっとね、スムースにいかない時があるんですけど、これはこのオールプラスチックでもうすべすべなので中が。だからその中の最後残ったのをささーっとこうね、取るのがね、すごくやりやすいと。そういうわけで結構自分の中では最近はビヒダスの好感度というか、ビヒダスの株が上がってますね、自分の中でね。はい。ちょっとね、サーモンスタット動き始めましたね。私が長く喋りすぎてるんで。で、これは豆腐です。はい。で、木綿ですね。で、これも木綿か絹かみたいな、そういうね、ちょっと問題がいつもあるんですけども、大体最近は木綿が好きです。木綿派になってます。で、これのいいところは、この周りにさ、これ何だったか、多分このオカメシリーズだと思うんですけど、結構周りにこの余裕があるでしょ。で、こうピタッと入ってる豆腐じゃないってのが、これの良さで、で、この周りが余白があることによって、このままこう中の水を捨てて、で、ここの周りに醤油を垂らして、そのままこれを器として食べられるんですよ。うん。これがね、この豆腐の良さ。うん。これはだからなんて言うんだろう。他の容器に移し替えたりとか、僕は皿を持ってないので、もうこれをね、そのままこれを器にして食べるっていうことができると。で、そのためにこの周りに空白っていうか余白があるっていうことで、この豆腐を選んでます。もう味とかじゃない。なんていうか、もう全部総合的なもので、もちろん味も美味しいんだけども、うん、この容器がそのまま器になるっていうね。これがいいです。ミニマルな豆腐です、これは。で、こちらにあるのは、ピルクルですね。あまり、買わないんですけど、旅に出た時とか、よく旅先とかでヤクルト買ったりするんですけど、うん。なんかこう、たまにデザート的な感覚でね、ちょっと自分の中での贅沢って感じで、うん。ピルクルをたまに買ったりしています。はい。そんな感じです。はい。じゃあドアの方行きましょうかね。はい。ドアの方はこんな感じです。まず、豆乳ですね。豆乳は、毎回朝食、ブレイクファーストで、この間、朝ごはん紹介してますけど、あんな感じで豆乳とオートミールを食べるって感じやってます。で、ここの隣にあるのはこれオメガですね。はい。サプリメント、いくつか取ってるんですけど、オメガ。で、ちょっとやっぱ夏場とか結構品質が大事になるんで、品質がいいものをちゃんと冷蔵保管して、酸化させないようにするっていう。だから、フィッシュオイルだけは冷蔵庫の中に入れてます。で、これはいつの日に買ったかわからないトマトジュースがあって、ちょっと飲むタイミングをずっと逃し続けています。はい。ということで、私の冷蔵庫ツアー以上となります。ついでにね、冷蔵庫周りちょっと紹介しておくと、こんな感じかな。バナナおろしてますね。ちょっとね、売れすぎちゃってますね。うん。で、床に放置してると。で、アボカドも床に放置してると。これもね、この間紹介したのとはまた別のアボカドで、グリーンで今育ててる最中なんですけど、もうちょっとかな。で、あとは、こういうナッツがありますと。うん。で、この流しの下には、大体保存庫みたいになってて、こんな感じですね、ラインナップね。サバ缶コレクション。私のサバ缶コレクションと醤油と、
あと、たまに山に持ってったりとか、まあちょっと非常食として食べるようなカップ麺が入ってたりとか、で、私ジップロックマニアなので、ジップロック好きなんですよ。うん。なんかもうジップロックのサイズを今全種類これ持ってます。全然ミニマルじゃないけど。でね、毎回、まあその旅にも使うし、まあ旅の時必ず使いますね、ジップロックはね。食料持ってったりとか、服とかね、そういうこの間紹介したようなバックパックの中に入れるインナーバッグとして使ったりとか、しています。で、あとはわかめ。わかめあったりとかしますね。はい。まあ、下はそんな感じで、まあ、ザ生活感って感じで、まあね、飲みかけのネスカフェゴールドブレンドがありますと。なんて言うんだろう、ネスカフェは、やっぱり飲みかけであればあるほどネスカフェらしいというか、そう思う。ネスカフェはね、飲みかけであればあるほどいいね。これで、沸かして入れてっていう。もう、この、私が持ってる食器、これだけなので。これだけになります。で、これをお皿に使ったりとかしますね。はい。で、お箸とスポーク。はい。スプーンあって、上は、ネスカフェゴールドブレンドが一番上に鎮座しています。で、両隣に、ちょっとサプリあって、これ味噌ですね。味噌は私は常温で、発酵させてカビを生やすぐらいの感じ。カビ生やしてから、その味噌汁をいただくみたいな、変な趣味を持っています。で、それからチョコレート、ダークチョコレートあったりとか、これね、最近ハマってる。その前にこのナイフ、私が唯一持ってるこの包丁ですね。これで全部料理してます。で、これがね、私最近ハマってるね、ものなんですよ。謎でしょ、これ。赤レンズ豆です。はい。赤レンズ豆。これを最近スープにしたりして、味噌汁に入れたりとかして食べてますね。で、これがね、なかなかね、ミニマルなね、食べ物で、他のなんか豆類っていうのは結構水で戻したりとか、下茹でが必要だったりするんですけど、調理にそのまま使えるんですよ。なんか、これを茹でて、そのまま味噌を入れれば、味噌汁になるし、みたいな感じで、ちょっととろみが出たりして、じゃがいもみたいな感覚で、で、かつ栄養価もあって、ミネラルと食物繊維あって、なんか最近好きな食材ですね。で、結構こういうふうに、常温保存が効くので、私みたいな、こういう狭い部屋に住んでる人には、すごくいいね、食材になるかなと。多分ね、これ初めて買ったんですけど、結構良くて、なんか食べてんですよね、お昼とかね。今後も多分使っていくかなと思います。はい、ということで、時丸田中の冷蔵庫ツアーでした。ご視聴いただきありがとうございます。皆様の冷蔵庫の中のレギュラーメンバーも教えてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。